ちなみに石ノロ48個分のちなみにこんな感じで分配器をちなみに地下ベルトと搬送ベルトを再現性ありファクトリオスペースエイジを攻略パート3。今回も前回に引き続き視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第4弾、誰でもモッドなしデフォルト設定でファクトリオスペースエイジを攻略する方法について解説します。前回の動画ではファイターの巣を討伐して発電所を拡大して、そして燃料の投入を自動化して、最後に緑サイエンスパックによる自動化技術2の研究を始めるところまでを解説しました。今回はこの続編ということで、まず汚染を全く気にすることなく大規模な精錬所を作って、次に今後大量に必要となる電子基板の生産ラインを作って、最後に工場建設に欠かせない組み立て機や高速インサーターなどを大量生産する製造ハブモールを建設します。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、石ノロの自動生産。近くのバイターの巣を破壊したので、これからは汚染を気にすることなく工場を大規模化できます。次の仕事は精錬所の大規模化ですが、大きな精錬所を構築する事前準備として石ノロの自動生産拠点を作りましょう。まず石の鉱脈に電動掘削機を設置します。次に組み立て機を設置し、レシピ設定を石ノロにすれば完成です。インサーターやチェストを設置する必要がないので手間いらずです。また石ノロが50個になったら生産がストップするので作りすぎも防げてとっても便利です。組み立て機から石ノロを回収すればまた石ノロの生産が始まります。ところでレーダーによる探索が進んできたのでマップを確認するとファイターの巣を発見。進化係数が上がってファイターの巣が硬くなると厄介なので、ここで駆除しておきました。チャプター2、大規模精錬所の建設。石ノロの生産準備も整ったので、いよいよ大規模精錬所の建設を始めます。まずは工場用地をマップで探します。今回はこの辺りが崖がなくて木も少なく建設しやすそうです。精錬所の完成イメージはこんな感じです。ゲームに慣れてきたらこのように別の工場のブループリントを取っておくと完成イメージを貼り付けられるので便利です。まず石炭を引き込むために分配機で分岐させて、地下ベルトをこんな感じに並べて分配機を地下ベルトの間に挟み込みます。次に搬送ベルトを上下にこんな感じにぐるっと設置して、分配機からもこんな感じに設置した上で分配機で挟み込むと石炭が分配機の内側に流れ込みます。そうしたら石ノロを片側に24個両側で48個を並べて、石ノロの中央に搬送ベルトを敷設して、インサーターを搬送ベルトと石ノロをつなぐように設置して、そしてインサーターに給電するために小型電柱を設置します。最後に導鉱脈に電動掘削機を設置して、先ほど建設した大規模精錬所まで搬送ベルトで運び込めば銅鉱石の精錬が始まります。最初に作った燃料式掘削機と石ノロの精錬所は大規模精錬所の生産能力があれば十分なので、このタイミングで撤収してしまいましょう。ちなみに石ノロ48個分の生産量は搬送ベルトの輸送量とのベストバランスです。銅板の精錬所と同様に鉄板の大規模精錬所も作ります。石ノロを上下に24個ずつ合計48個並べて搬送ベルトを敷いてインサーターを設置して小型電柱を設置して、鉄鉱石を引き込むために搬送ベルトを敷設して、いらなくなった燃料掘削機と石ノロを撤去して、最後に電動掘削機を設置して完成です。ちなみにこんな感じで分配機を設置しておくと余った鉄鉱石が大規模精錬所の方に流れてくるので、ベルトが詰まって電動掘削機が止まることがなくなります。チャプター3、電子基板工場をレイアウ
鉄鉱石と銅鉱石の大規模精錬所の建設が終わったら電子基板の工場を建設していきます。電子基板の工場を建設している間も鉄板と銅板の生産を止めないようこのようにバッファーを作っておくのがおすすめです。乾燥ベルトのアイテムがなくなるとチェストに貯めていたアイテムが自動的にインサーターで取り出されます。さて電子基板の製造には銅線が必要なのでまずこのように組み立て機を上下に10台ずつ並べます。下側の組み立て機は銅線にレシピ設定、上側の組み立て機は電子基板にレシピ設定をします。高速インサーターとロングアームインサーターをこんな感じで設置して小型電柱を設置すれば完成です。ちなみに地下ベルトと搬送ベルトをこんな感じに設置すると搬送ベルトの下側にも電子基板が流れるようになります。電子基板はいろいろなアイテムの材料になりますのでこんな感じで作りためておくと便利です。チャプター4製造ハブモールの建設。電子基板の量産体制が整ったら組み立て機高速インサーターや地下ベルトなどを自動で生産してくれる製造ハブを作ると便利です。モールと呼ばれることもあります。まずは電動掘削機と組み立て機の製造ハブを作ります。組み立て機インサーターとチェストをこんな感じでレイアウトして左側から電動掘削機鉄の歯車組み立て機とレシピ設定します。放っておくとチェストが満杯になるまで作り続けてしまうのでチェストにこんな感じの設定をして4スタックまでしか入れられないようにしておきます。ちなみに回路でも生産量の制限ができます。まずオルトキーを押しながら R キーを動かしてレッドケーブルに切り替えます。次にインサーターとチェストをつなぎます。最後にインサーターの設定画面を開き有効にチェックを入れて全て小なり200と指定して完成です。チェストの中身が200個を超えるとインサーターが止まります。この設定はコピーして貼り付けができます。他のチェストに設定する時にも手間いらずで便利です。次はインサーターと搬送ベルトの製造ハブを作ります。こんな感じに組み立て機を設置して高速インサーターとロングアームインサーターを設置して搬送ベルトや地下ベルトを敷設して最後に鉄の歯車インサーター搬送ベルトにレシピ設定して完成です。最後は地下ベルトなどの製造ハブを作ります。まず組み立て機を4つ設置して上からロングアームインサーター高速インサーター地下搬送ベルト分配機とレシピ設定します。次にロングアームインサーターとインサーターをこんな感じで設置して作ったアイテムを保管するためのチェストを設置します。作りすぎを防止するための回路の設定も忘れずに最後に分配機搬送ベルトと地下搬送ベルトをこんな感じで敷設したら製造ハブの完成です。ちなみにこんな感じでフィルタ設定をするとインサーターと搬送ベルトを別々のチェストに保管できます。ロングアームインサーターの材料鉄の歯車は後ほど搬入します。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか？なるほどとか面白いと思ったテクニックはいくつ見つけられましたでしょうか？動画制作の励みになりますのでぜひコメント欄で教えてください。またファクトリオで遊んでみようかなとかもっとこうしたらうまくいくんじゃないかななど少しでも皆さんの気づきになることをご紹介できていればとても嬉しいです。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。もしよろしければ再生リストからご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。